はようございます。現在の時刻は6時39分で、車内の気温は 20.8 度です。昨晩はね、すごく静かで暑くも寒くもなくてね、朝までゆっくり休むことができました。で、ちょっといい天気そうですね。ちょっと出てみましょう。よいしょ。おー、なんかあれ桜島ですね。多分人生初桜島です。これわー、日が昇りそうです。おー、はい、桜島からね顔を出した日の出です。すごいタイミングよく見れました。わーいやー、これよかった。いいの見れました。気持ちいい。よし。で、朝の7時から乗船チケットの発売開始なんで、もうちょっと売り場の方ね行ってみたいと思います。よし、こちらですね。買えるかな。そうですね、入った時間はねとんでもなく早いんで、まずはね受付していきたいと思います。まだチケットもらえなかったんですけども、とりあえずねキャンセル待ちっていう格好で今ね待機してます。で、現在時刻がね7時20分なんで、そのうちね結果が分かると思います。はい、キャンセル待ち取れました。乗れることになりました。昨晩からね待った甲斐がありました。はい、ということで、ね、無事ねチケット購入できました。やりました。料金はね17,000円です。よーし、並んだ甲斐がありました。よし。でねすごいな、これ見えないかもしれないですけども、うっすらとね砂が積もってます。これはね桜島の灰だと思います。わー初めて雪を積もらしたことはよくありますけども、灰を積もらしたことは初めてです。 OK、 じゃあねもうそろそろ乗船開始らしいんで、車の方ね片付けて移動できるようにしていきたいと思います。よし、じゃあね乗り込みましょう。いいよ。よし、バック乗船です。よいしょ。はい、 OK、 到着。よしよし、じゃあ船室にね移動しましょう。ちょっとパソコンできる場所ないですかね。あ、ここ電源使えますね。あ、自販機コーナーもありますね。おお、いい感じの展望デッキです。はい、ということで、ね、現在時刻は8時1分です。8時40分に、フェリー出港するんですけども、チケットがね購入できたなと思ったら、もうすぐに乗船開始しました。で、キャンセル待ちっていう分だったんですけども、朝ねキャンセル待ちだった方全員乗れてますね。これはああ、よかったですみんなでね仲良く行きましょう。はい、ということで8時40分、種子島に向かってね出港です。さようなら鹿児島県、また帰ってきます。はい、人生初桜島、側面からね回り込むように見てます。これ桜島全体がちょっともやがかかってるのは多分火山灰っていうのかな、噴煙っていうのかな、あれのせいだと思います。で現在地はこちらなんですけども、今からねこの鹿児島湾を抜けて、それからねこちらの種子島の方に3時間30分かけてね連れてってくれます。はい、じゃあね、あとはちょっと船内でねゆっくり過ごしたいと思います。で、どうやらねフェリーの中では食べ物は売られてないみたいなんで、もうね食べ物我慢して今持ってるコーラだけでねなんとか3時間30分しのぎたいと思います。はい、気がついたらねもう構内入ってました。おー、下船のお知らせがなかったんでうっかりしてました。はいはい、到着です。よし、はい、ただいま。よし、よし、ということでね種子島に上陸です。わー初めて見る景色。よいしょ、こっち曲がるんかな。あ、違うな、向き間違えた。今ちょっとナビが混乱してるんでよくわからないなこれ。ちょっとすみません、そこにね一旦路中させてもらいます。はい、ということで、ね、無事種子島にね上陸しました。あちらに見えるフェリーで今ね渡ってきました。はい、でフェリーはね途中ちょっと揺れたんですけども、すごく乗り心地もよくって、ゆったりのんびり船旅を楽しむことができました。で、こちらはね僕の人生初の種子島なんですけども、滞在できる時間が決まってまして、明日の10時45分のフェリーで島の南側の方から、フェリーに乗って今度は屋久島に渡るようになってるんですよね。で、今が12時半ぐらいなんで、もうね滞在可能時間24時間切ったんですけども、いろいろね見て回りたいんで、パッとね観光の方に行ってみたいと
思います。よし、じゃあね、時間もあまりないんで、まずはね、第一の目的地の方に移動したいと思います。で、種子島は鉄砲が伝わった場所で、その鉄砲で、当時の戦争のもう勝敗がひっくり返るぐらいの兵器で、もう本当にね、衝撃だったんですけども、そのね、鉄砲の博物館があるんで、今からね、そちらの博物館の方、観光しにね、行きたいと思います。ここだな。ここですね。はい。よし、到着です。はい。ということでね、こちらはね、種子島開発総合センターの鉄砲館さんですね。種子島はね、銃のね、名前と置き換えるぐらいすごい兵器で、もう当時のね、戦争の勢力図をね、一気に塗り替えるような兵器ではあったんで、僕もね、すごいその子供の頃から火縄銃ね、すごい好きだったんで、ちょっとね、今から行ってね、勉強の方をしていきたいと思います。はい、じゃあね、行ってみましょう。はい、はい、お願いします。OK です。じゃあね、早速見て回りましょう。これね、もうロビー入ったらいきなりなんですけども、鉄砲置いてありますね。これね、触っても OK みたいです。意外と軽い。携帯性がいい。いや、重たいんですけどもね、もちろん。こうで、カチャッとやって、こうか。これでいいんだ。で、バン。前の方がね、結構重たいですね。で、内部はね、撮影 OK ですけども、一部ね、何箇所か撮影 NG な場所があるんで、そこは撮れないんですけども、多分ね、火縄銃にね、興味がある人ばっかりじゃないと思うんで、飛ばし飛ばしね、紹介させてもらいたいと思います。はい。で、鉄砲館なんですけども、種子島のね、歴史とか、生い立ちとか、そこら辺の展示もね、数多くされてますね。カニの化石とか、タイの化石とか、カサゴの化石とかね、いろんな化石あります。面白。こちらはね、種子島の、漁業の際に使ってた船とのことです。で、どうやらね、ここまでが無料で見れて、ここから先はね、さっきチケットを買った人で鉄砲館のようですね。よし、ということでね、こちらが種子島の歴史の展示場なんですけども、こちらはね、種子島、国産銃ですね、の製造の部分ですね。この方たちが頑張って鉄砲をね、量産されたようです。はい。でね、鉄砲伝来物語っていう展示物があるんですけども、多分ね、ここは撮影 NG だと思うんで、僕だけね、楽しんでいきたいと思います。はい。ということでね、鉄砲伝来の、お話をね、見させてもらいました。鉄砲は1543年に3人のポルトガル人が乗った船が、この種子島の南の方ですね、に漂着したんですよね。で、その時のね、種子島の第14代当主、種子島時隆が、その時ね、一緒に積まれてた鉄砲を見て驚いて、2丁で2000両、当時の価格でね、1億円のお金を支払って、購入したと。で、これが、鉄砲伝来になってて、その鉄砲はね、すごいから、模倣してたくさん量産しようということになったんで、種子島はもともと鍛冶屋さんの多い島だったんで、島中のね、鍛冶屋さんを集めて鉄砲のね、模倣ですねに着手したと。で、鉄砲のバレル重心なんかはね、綺麗な丸でまっすぐ通ってないといけないんで、あれも難しかったんですけども、鉄砲をね、底の部分にあるネジを切って止める部分がどうしてもわからなかったと。で、手をこまねいていたら、またね、ポルトガル人の船が来たんですけども、その時にその秘密を教えてくれって言ったらね、教えてもらえたらしいんですけども、その時に鍛冶屋のね、娘さんをお嫁さんにこう出したらしいんですよね。で、これが瞳悟空というのか、娘をやるから教えてくれなのか、それとも純愛なのか分からないけども、そういうことがあって、でも教えてもらった代わりにこの国産銃が完成したとのことでした。はい。で、これら辺がね、堺とか火縄とか今の鉄砲がありますね。で、この辺は携帯性がいいんですけども、より大きい弾を撃とうとしてどんどんね、鉄砲が大型化されていきますね。こちらがね、銃に対して、こちらはね、大筒っていう風に呼ばれたものです。威力が大きいんですけども、反動もね、その分大きかったと思います。これはね、当時のね、焼夷弾だったみたいです。で、いろんなね、国の銃があるんですけども、ドイツ製だけやっぱりおかしいですね。デザイン性が高いというか、おしゃれというか、作りもしっかりしててデザイン性が高いっていう風な感じですね。 OK、 しっかり楽しめました。はい、ということで、ね、しっかり見てきました。種子島のね、歴史が勉強できて、本当にね、個人的に面白かったです。よし。はい、ということで、ちょっと見て回ったらね、もう2時です。で、いろいろ回りたいところはたくさんあるんですけども、全部回ってたら時間が足りなくなっちゃうんで、ちょっとね、厳選して回りたいと思います。で、お次は、今回は泊まらないんですけども、すごい海の綺麗なキャンプ場が近くにありますんで、そちらの方にね、移動してみたいと思います。
でもその前にちょっとね、近くのスーパーマーケットによってね、何か食べれるものないか買ってから移動したいと思います。はい、じゃあね、行きましょう。よし、はい、到着。はい、こちらはね、サンピア食品館さんですね。珍しい島でのね、スーパーさんなのでゆっくりしたいところではあるんですけども、あまり時間がないんでね、本当にね、もうパッと行ってパッと見ていきたいと思います。はい、行ってきます。はい、ということでね、美味しそうなものがね、売られたんで買ってきました。よいしょ。ね、お店で製造された手作りのね、チキン南蛮タルタルソースと、お店で作ったスパムおにぎりがあったんでね、こちらを購入させてもらいました。どっちもすごく美味しそうです。で、ちょっとゆっくり食べてる暇がないんで、まず一口だけね、こちらいただきます。もうタルタルがね、しっかりかかったやついただきましょう。うわ、美味しそう。いただきます。美味しい。手作りチキン南蛮すごく美味しいです。これはいい。よし、じゃあね、美味しいものがゲットできたんでね、ちょっと次の場所に、ね、移動しましょう。ちなみに料金は 2.514 円でした。じゃあね、移動しましょう。海沿い走っていこう。はい、見えますかね。海がね、めちゃめちゃ綺麗です。なんかね、砂浜と岩場もね、合体しててからすごい綺麗な海。よーし、よし、この先ですね。はい、到着です。一言で、浦田海水浴場に到着ですね。こちらはね、とりあえず海がめちゃくちゃ綺麗なビーチで、日本の水浴場88選に選ばれたビーチらしいです。じゃあちょっと行ってみましょう。暑いんでね、日傘させてください。で、こちらはね、確かキャンプ場にもなってるような気がするんですけども、違ったのかな。海の家もあるんですね。ウミガメの産卵場にもなってるみたいです。おー、わー、綺麗な海。わー、すごいなこりゃ。白い砂にね、もう遠浅の透き通る海です。で、波もね、すごくいいぐらいの波なんで、泳ぐのにね、最適な場所です。これちょっとね、降りてみましょう。わー、海きれい。とりあえずね、ゴミも少ないです。すごくこちらでね、チキン南蛮とおにぎりいただこうと思ったんですけども、ここはね、座ってゆっくりできる場所がないんで、とりあえずすごくいいビーチが見れたんで、ちょっとね、移動しましょう。近くにね、いい場所見つけました。この建物は登っていけるんですかね。おー、わー、絶景。これはいいですね。海がすごく綺麗。よし、でもね、ちょっと見つけた展望台の方行きましょう。よし、よし、じゃあね、移動しましょう。お次はね、最北端にある展望台です。よし、よし、ということでね、岸ヶ崎灯台にね、到着です。こちらはね、種子島最北端にある灯台ですね。こんぐらいに走ってきました。よいしょ。おー、見晴らしいですね。海もね、すごく青いです。よし、よっこいしょ。おしたらちょっと日向で安いんで、こっちに腰掛けてね、買ってきたね、サンピアさんのご飯いただきたいと思います。いただきます。美味しい。柔らかめのご飯にね、しょっぱいスパムと甘い卵焼きがね、合わさってめちゃくちゃ美味しいです。サンピアさんはね、間違いなく種子島グルメですね。両方ともね、絶対に食べるべき一品です。美味しい。はい、ということで全部食べて完食です。ごちそうさまでした。美味しかったです。いい景色も眺めながらね、ご飯食べて満足です。よし、じゃあね、また次の場所へ移動しましょう。で、種子島は芋焼酎発祥の地で、酒蔵が4軒あるんですけども、全部をね、回ることができないんで、もうね、1軒だけ、ここからね、25分ぐらいのね、場所にある酒蔵さんの方に行って、焼酎をね、買わしていただけたらと思います。はい、行きましょう。
分こちらですね。看板出てないんだ。よっと。よいしょ。ここでいいのかな。ここは売っとらんかもしれんな。はい。でね、今、酒蔵さんをちょっと覗いてみたんですけども、そちらはね、工場見学等はされてるけども、一般販売されてるお店はなかったんで、お酒買うことはできませんでした。はい。で、他の酒蔵さんを回ってたら、回れない場所がね、もう回れなくなっちゃうんで、今回はね、お酒はどっかお土産物屋さんとかにね、寄った時に買わせてもらいたいと思います。ちなみに現在の時刻は4時なんですけども、まだね、島の上の方しかね、走れてません。で、明日のフェリーもね、早いんで、ちょっとね、今日中に立ち寄ってみたいところだけね、パッと回っておきたいと思います。よいしょ。あ、すごいな。よーし、到着。あ、車入れませんって書いてあるな。はい、こちらはね、馬立の岩屋っていうところですね。あそこにね、自然の力でね、えぐられた巨大な洞窟があるんですけども、あそこまでね、本当は車が行けるようになってたんですけども、今はね、道路が崩れてるんで、入っていけなくなってるみたいです。なるほど。でもね、歩いてはいけるんで、ちょっとね、観光しに行ってみたいと思います。よいしょ。相当大きいです。はい、こちらね、マタテの岩屋っていうそうです。自然が作り出したね、見事な洞窟なんですけども、崩れてくる危険性があるんでね、今は侵入禁止になってるみたいです。正直ね、結構脆そうです。で、下にもね、落石の跡があります。入ってなんかしたらね、落ちてきたらもう危ないですね、確かに。なるほど。で、本当はね、この辺まで車を入れてから写真を撮ってる人がいたんで、僕もね、同じことをさせてもらおうかなというふうに思ったんですけども、あちらはね、侵入禁止になってるし、下は結構柔らかいんで、無理をしたらね、ハマっちゃう可能性があるんで、ちょっとね、無理はしないでおこうと思います。はい。でもね、いいものが見れました。OK! よし、ということでね、現在の時刻は4時45分で、またね、次の場所に移動しようと思うんですけども、ここがね、県外で次に行くための場所の情報がよくわからないんで、ちょっとね、一旦電波状態のいい場所まで戻りたいと思います。あ、ちなみにね、こちらもお手洗いがあるみたいです。で、次に行くのは空港でお土産をね、買いに行きたいと思います。というのもね、明日はちょっとお土産を買うような時間的余裕がないのと、フェリー乗り場もね、なんか自販機ぐらいしかないっていう風に書かれてるんで、今日のね、この時間のうちにちょっとお土産だけをね、買い揃えておきたいと思います。はい。ちなみにね、空港のお土産屋さんは5時半ぐらいに閉まるらしくて、もうね、だいぶ時間がきついんで、急いで安全運転で行きたいと思います。あ、ちなみにね、この右側のは全部サトウキビですね。サトウキビ畑があるんですね。っていうことはね、お土産に黒糖が売られてるかもしれませんね。おー、沖縄みたいな風景。よし。はい、ということでね、種子島空港さんにね、到着です。で、島の空港っていうのは、基本的に島中の土産が全部売られてる場所なんで、手に入らないものはね、ないと思いますんで、ちょっとね、パッと行ってね、お土産買ってきたいと思います。はい。こちらですね。いろいろなものがちょっと揃ってるみたいなんで、しっかりね、ちょっと吟味してお買い物させてもらいたいと思います。クッキーとかね、パイとかたくさんあります。スペースシャトルボールペンっていうのがありますね。340円。これ一家に1本いるやつですね。はい、お酒ありました。全部ね、揃ってるみたいですね。で、どれもね、美味しそうなんですけども、こちらいいですね。焼酎のボトルです。360ml。よし、じゃあね、これはね、今晩飲む用で、あとね、この辺りをお土産にね、させてもらいたいと思います。よいしょ。はい、お願いします。はい、無事ね、購入できました。やりました。よし。で、今の時間は5時半なんですけども、そろそろね、日が暮れそうではありますんで、この先にある海沿いのね、方に行って、夕日が沈むのをちょっと見に行ってみたいと思います。はい、行きましょう。おー、すごいのが見えよる。おー、よし、こちらですね。よいしょ。よいしょ。オッ
ケー、ギリギリ見えました。よいしょー。ギリギリでしたねこれ。はい、オッケー。ということでね、5時42分、種子島のね、夕日を見ることができました。よかったです。オッケー、ギリギリ間に合いました、本当に。よし、ということでね、もう日も暮れちゃったんで、そろそろね、観光終わって、今日ね、休める場所に移動しようと思うんですけども、いろいろとね、場所選びが難しくて、というのが、この種子島は、こう、海沿いとかね、地方の方にいたら、極端に電波が弱いんですよね。繋がっても遅いというか。ですんで、ちょっと車中泊する場所に関しては、何件か押さえてるんですけども、まあ、一番ね、電波状態が良さそうな場所に移動して、車中泊させてもらいたいと思います。はい。でもその前に、まずは買い出しに行って、これからね、入れるようであれば、お風呂もね、入らせてもらいたいと思います。はい。じゃあね、とりあえず移動します。よし、行きましょう。よいしょ。はい。よし、ということでね、種子島のね、中心地にある A コープさんにね、やってきました。で、今夜は人生初の種子島で、ここでね、ケチケチするつもりは全くないんで、ご当地物のね、食材等があったら、もう飛びついてね、買って、今晩のね、食材にしていきたいと思います。はい、よし、ということでね、行ってきます。はい、買い物してきました。はい、ということでしっかり買い物してきたんですけども、ちょっと誤算がありまして、というのが、種子島にはブランド豚とブランド鶏がいるんで、そのお肉をね、買って今晩調理しようかなというふうに思ってたんですよね。なんですけどもね、ブランド肉はね、ちょっと今、取り扱ってなかったみたいで、他のお店もね、もう閉まっちゃったりしてたんで、買うことができなかったんで、今回ね、もう種子島のお菓子や、鹿児島県産のね、お肉が、たくさん見つかりましたんで、今回ね、ちょっとこれらの食材を購入させていただきました。ですんで、種子島というよりかは、鹿児島ブランドですね。はい。で、ちなみに全部で1917円でした。しっかりね、お金を使ってきました。よし、ということで、それでお風呂に入りに行こうかなと思ったんですけども、もう実はですね、7時半でいい時間になってしまって、お風呂も閉まりかけてるんで、もうね、今夜はお風呂我慢して、車中泊できる場所をね、少しね、南の方に下りながら探してみたいと思います。はい。とりあえずね、もう行きましょう。出発です。いけそうですね。お手洗いもありますね。オッケーオッケー。はい、お疲れ様でした。よし、ということで、ね、到着です。こちらはね、千座の岩屋っていう、観光地のね、脇にある駐車場です。で、こちらね、めちゃめちゃ綺麗なトイレもあって、あと、周囲はね、すごい風が吹いてるんですけども、ここは風が吹いてなくて、さらにね、電波もバンバンに入ってたんで、今夜はね、ちょっとこちらの方でゆっくりさせていただきたいと思います。よし、ということでね、準備もできたんで、さらにね、こもりたいと思います。はい、ということで今夜はね、鹿児島県産のブランド牛の黒牛のすごい霜のね、振ったお肉を買ってきたんで、今夜はこちらをね、僕はね、すき焼きは年に一度しか食べないようにしてるんで、今夜は玉ねぎとこのタレでね、牛丼を作っていただきたいと思います。で、牛丼を作るにはご飯が必要なんで、今夜はね、まずはご飯を炊きたいと思います。で、今夜はね、1.5 合炊こうと思ってるんで、まずは無洗米1合が、160cc ぐらいですね。ということは 1.5 合なんで 80cc ぐらいですね。入れると。これで 1.5 合 OK。で、ここにね、水を入れます。1.5 合のとこまで。よいしょ。よいしょ。よし。そしたらね、もうすぐにね、セットしておきましょう。よし。デルタ2で炊きます。美味しく炊き。で、スタート。で、それに牛丼も作っておきましょうかね、もう。4分の1ぐらい使います。よいしょ。OK。はい、玉ねぎ。今回ね、この牛丼のタレ使うんで、すごいちょっと手抜きですけども、皆さん勘弁してください。実は調味料がね、少なかったんです。ということで、分量通り作りましょう。タレを2杯に、水を3杯で点火、蓋をして煮ていきます。よし。はい、玉ねぎがね煮えたんで、ここにお肉を投入します。めちゃくちゃいいお肉。これちょっと待とう。もうねこれ火を通すだけでできるんで、これ今入れちゃったらね硬くなっちゃうんで後にします。はい、ここまでにしましょ
ですのでね、ちょっとこのお肉はここで少し味聞きしてみましょう。いただきます。とろっとろ、めちゃくちゃ美味しい。これはいいですね。よし、いやちょっとこれ置いといて、ご飯もねあと36分で炊けるらしいんで、この間にねもう一杯始めましょう。で今回はこちらですね。九州はね鶏を叩きのような感じでね食べる文化があるんで、鶏刺しをね買ってきました。320円です。鹿児島の味ですね。はい。でこんな感じでねちょっとずつ乗せながら早速いただきたいと思います。 OK、 じゃあねいただきましょう。はい、ということでいただきます。果たして鶏刺しのお味は。いただきます。美味しい。鶏のね胸肉のたたきかなだと思うんですけども、美味しい。味が濃いのに生姜と醤油でねさっぱりいただけで美味しいです。これちっちゃいの。へえ、部位によって全然違います。じゃあねさっき空港で買った種子島のねお酒いただきましょう。このね入れ物が珍しくてね購入させていただきました。この入れ物珍しいですね。上側がコップになってます。こんなん初めてです。でひねる。おお、こんなんです。かわいい。なるほどね。じゃあもうこのままいけっていう感じですね。わかりました、いただきます。美味しい。ダイレクトにきますね。これ飲みすけの飲み方ですね。これは絶対に。僕はね水で割ったりお湯で割ったりして飲むんですけども、これはもうねお酒がね強いと専用の飲み方ですね。でも美味しい。よし、ご飯がね炊き上がりそうなんで牛丼をね完成させたいと思います。すいません舌が余ってません。はい、ご飯炊き上がりました。よし、じゃんじゃん入れていきましょう。すごいお肉。ちなみにね僕通常でもねこんなお肉買えません。真っ赤っかのね脂が乗ってないようなお肉ばっかり買ってます。美味しそう。よし、でねこれ実はね少し味が辛くて僕好みではないんで砂糖を少し入れましょう。これでねいい感じの甘さになってるはずです。 OK、 よし完成です。そしたらねこの捨てなかった丼に炊けたばかりのご飯、よいしょ。 OK。 はい、ということで、九州の赤牛の牛肉を使った牛丼の完成です。美味しそうにできました。よし、もうね早速いただきたいと思います。いただきます。果たして赤牛で作った牛丼のお味は。ちょうどの量だ。つゆだくもめちゃめちゃ美味しいです。とりあえずお肉がねすごく柔らかいです。玉ねぎもね柔らかいのにシャクシャクですごく美味しいです。牛丼にしてね正解でした。末端価格ね1杯700円ぐらいしてますけども、すごく美味しい牛丼できました。お酒もね最高です。でもね舌が回らなくなってきました。はい、よし、じゃあねあとはちょっとねゆっくりいただきたいと思います。はい、ということでねご飯食べて終わって少しのんびりしてたら寝落ちしてました。で現在の時刻はなんと朝の6時です。ですんでもうね外が明るくなってました。もうね9時間ぐらいずーっと寝てました。ちなみにね昨晩は窓にウィンドウネットつけて寝てたんで寒くもなく快適にね朝まで過ごすことができました。でちょっともう朝になっちゃったんですけども、一旦ね動画を締めるためにちょっとお金のお話しさせていただきますと、昨日使ったのがこんな感じで合計 19,981 円使ってました。ですんでここまでの合計が 68,482 円なんですけども、帰りのフェリー代を含めると 96,182 円になって実質残金が 3,858 円というね4000円切ってしまいました。はいですね、相当厳しい予算でもうあと4000円なのでねかなり厳しい状況ではあるんですけども、とりあえずねお金のことはねあんまり考えずに観光の方はねしっかりしながら旅をね続けていきたいと思います。はい、よしこんな感じですかね。よし、じゃあねちょっとここで一旦締めます。続きはね次の動画をご視聴ください。はい、ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。はい、ということで皆さんおはようございます。種子島の朝です。で現在の時刻はもう6時13分で、昨日は寝落ちしてこの時間まで寝てました。はい、で現在地はこちらの場所で、今日は10時45分のフェリーでこちらから種子島に渡るんですけども、乗るまでにはね4時間ほど時間がありますんで、
種子島といえば鉄砲とロケットで、鉄砲は見たんでロケットの方をね見に行きたいと思います。でこっちの方にね、たくさん見る場所があるんで、そちらをね見ながらゆっくりね観光の方していきたいと思います。はい、ちょっとね片付けをしましょう。さすがフライパン無事です。すぐ目の前がね観光地なんで、コーヒー飲みね見に行きたいんでお湯沸かしましょう。でその間にねまた拭いて掃除しておきます。最近僕はねこうやってよく拭いて使い直すんで、綺麗に拭ける容器っていうのを選んでね購入するようにしてます。よし、ということで、ゴミが1個減りました。 OK。 OK で、今日はね種子島の黒糖ふくれっていうねふわふわのパンケーキと、種子島産のカルカンがあるんですよね。でね、どっちにしようかな。黒糖ふくれはね旅のおやつにするとして、今朝はねこのカルカンをいただきましょう。僕実はねカルカン大好きなんですよね。ですね、こちらとコーヒーを持ってこの先のねちょっと観光地の方歩いて行ってみたいと思います。はい、行きましょう。千座の岩屋っていうのがあります。おお、へえ、チクラの岩屋だそうです。この中の方に洞窟があって、1000人は座れるだろうというぐらい広いらしいです。行けるかな。おー、いい感じのスポット。これ下の土が硬くてめちゃくちゃ歩きやすいです。はい、こちらがねチクラの岩座ですね。あそこに洞窟あるんですけども、多分干潮時じゃないと入っていけないみたいですね。これはそうか、奥から入れるのかな。あ、音がする、波の音が。洞窟、あ、入れる。わ、すごっ。おお、ライト持ってくればよかった。こんな感じです。こっちは、あ、ここもだ。へえ。あ、ここは目の前まで水が来てます。わあ、神秘的。へえ。よし、いいものがね見えました。でもねちょっとこの辺腰掛けて景色を眺めながらね見る場所がないんで、一旦向こう戻りましょうかね。 OK。 はい、ビールケースがあったんでね、ちょっとこれ椅子にしてご飯をねいただきたいと思います。まずはね UCC いただきます。冷えちゃいました。でもね美味しいです。でお次はカルカンですね。カルカンはね山芋を使った鹿児島県の名物お菓子なんですけども、こちらはねこの島内で作られているものとのことだったんでね購入させていただきました。だからね島限定食品ですね。果たしてお味は。美味しい、優しい甘さでねもちもちふわふわで美味しいです。たまりません。よし、ということで完食です。ごちそうさまでした。いい景色見ながらの朝ごはん最高でした。よし、じゃあね車に戻りましょう。よし、現在時刻は7時14分ですね。パッと片付けをしてね出発できる準備したいと思います。よし、ということでね片付け終わったんで出発しましょう。で今からね南に下っていって JAXA のね種子島宇宙センターの方に行こうと思うんですけども、その間にもね何点か見れるスポットがあると思いますんで、ちょっとね立ち寄りながら南下してみたいと思います。はい、じゃあね行きましょう。はい、浜田海水浴場さん車中泊させていただきありがとうございました。駐車場はね平らで綺麗なトイレもあって、あとね夜中にねこう騒がしくなるようなこともなかったんで、朝までねすごくぐっすり寝ることができました。ですのでねあちらの場所すごくね車中泊向きだと思いました。はい、おー、よし到着です。はい、ということでねこちらは海の江展望公園というところで、あちらにね見える建物が JAXA のロケット打ち上げエリアになってくるんですけども、こちらね打ち上げを見るのに最適な公園という風になってます。でこちらはねお手洗いあるんですけども、なるほど、駐車場はねかなり傾いてますね。これはカースロープでも直すのが難しいレベルでもね、この
点線の3エリアだけは平らです。ちなみにね、ここはね、昨晩の車中泊の第2候補地でした。はい。こっからの景色もいいですね。ここだったらね、日の出が見えたかもしれませんね。なるほど。で、こちらが打ち上げ展望エリアですね。すごい景色がいい。で、よく見えませんけども、あちらがロケットを今作ってるんですかね。で、打ち上げ場所はね、何箇所もあるみたいなんですけども、今日は打ち上がらないみたいですね。はい、残念です。写真撮影用カメラスタンドありますね。行っときましょう。よし、記念撮影ね、ちょっと行ってみましょう。オッケーオッケー、いい感じにね、撮れました。よし、早朝のね、展望台はいいですね。オッケー、よし、じゃあね、南下しましょう。ちなみにここはね、ロケットが打ち上がるときには相当人が集まる場所とのことです。ここら辺でね、ロケットを作ってるみたいです。でもね、関係者以外は立ち入り禁止です。すごい。こちらは種子島宇宙センターの方にね、今やってきてます。すごい。ロケット。すごい、道端にあるんだ、これ。すごい。よーし、よし、到着です。はい、ということでね、種子島宇宙センターの方にね、到着しました。で、現在の時刻は9時で、こちらが開くのが、9時半なんで、まだ時間があるんでね、ちょっとその間にあそこにあるね、でかいロケット見に行きましょう。とりあえずね、日差しが本当にきついです。でっかい。はい、ということでね、こちらがね、種子島宇宙センターの実物大の H2 ロケットですね。すごい大きい。すごいな。なんかありますね。H2 ロケットのことがね、詳しく書かれてます。いいんですかね、こんな機密事項を僕らに教えてもいいんですかね。ここが人工衛星部分ですね。人工衛星だったのか人が乗れたのかわからないんですけども、宇宙飛行士もね、います。景色もいい。とりあえず敷地がすごい広いですね。よし、そうこうしたらね、そろそろ9時半で開館時間になりましたので、早速ね、宇宙博物館でいいのかな、行ってみたいと思います。で、こちらは9時半から開くんですけども、僕は10時45分のフェリーに乗らないといけないんですよね。で、移動の時間も考えたら10時までしか入れないんで、30分間しかね、中見れないんですけども、ちょっとね、頑張ってね、中の方しっかり見ていきたいと思います。はい、入館料とかいらないんです。知らなかった。はい、ということで、こちらがね、博物館ですね。中はね、撮影を受けとのことです。で、もう本当にね、30分しか見ることができないんで、いろいろね、バタバタと見させてもらいたいと思います。すごい。ロケット本体ですね。これはロケットに使われている外装なんですけども、これをね、丈夫かつ軽くする必要があるんですよね。で、それがね、年々進化してるらしいんですけども、これね、めちゃくちゃ軽いです。で、すっごい丈夫です。すごい。めちゃめちゃ軽いです。で、こういった素材で外壁をね、作ってるみたいです。これはね、スペースシャトルの2段燃料サイクル、しかもシンプルな構造というふうに書いてあります。何かね、 YouTube とか Twitter で見る怪しい広告のタイトルみたいになってます。で、こちらが実際に打ち上げられてる人工衛星ですね。大きい。すごい大きい。ロケット設計ゲーム。クイズに答えながらロケットを組み上げていくゲーム。なんだろう、これをこうとか。OK。今まで打ち上げてきたロケットですね。年を追うに従って大型が進んでます。2回もあるみたいですね。それこれね、宇宙船のね、中です。こんなのが飛んでるんだ。宇宙船乗れますね、これはね、実物らしいです。これがね、宇宙船内ですね。すごい。捕まるところがたくさんあります。で、これらが宇宙食ですね。宇宙ではね、ゴミを減らすためにこういったね、使い切ったら絞って捨てれる容器っていうのがね、よく使われるみたいです。ですけどね、ケチャップとかソースとかお塩とかこんな感じで持ってくるらしいです。面白い。1階へ月の模型がありますね。
月にはねかなり衛星とかいろんなものが降りてるみたいですね。あ、知らんかった。よーしよし、ということでね、見て回ったんで、今度はねお土産物屋さんがあるんで、ちょっとね行ってお土産も購入していきたいと思います。行きましょう。よし、こちらをね買わせていただきましょう。宇宙食のバニラアイスとたこ焼きです。はい、お願いします。どうされますか？大丈夫です、はい、よし OK です。よし、ということで見て出てきたら9時58分でした。時間いっぱい楽しんできました。よしよし、じゃあもう時間ないんでね、急いでフェリー乗り場の方にね向かいたいと思います。よし、ということで、フェリー乗り場までは16キロで22分の道のりです。よし、行きましょう。よっしゃ。よし、はい、フェリー乗り場到着かな、これで。はい、フェリー乗り場到着です。よし。で、もう予約は済ましてあるんで、チケットの方をね、購入しに行ってきたいと思います。行ってきます。よし、じゃあね、行ってきましょう。すいません。あ、はい。よし。はい、無事ね、チケット購入できました。よし。じゃあね、乗船しましょう。バック乗船とのことです。よっしゃ、行くぞ。はい、到着です。よし、ということで無事乗船完了です。 OK。 はい、エレベーター使わせてもらいましょう。よし、おー、こちらがね、種子島行きのフェリーですね。船ね、すごい綺麗です。ちょっと、ね、上にも上がってみましょう。よし、ということで、種子島を、ぐるっと一周回ってきたんですけども、想像以上に広くてね、移動がすごく大変でした。だけどもね、観光もできて、お酒もお土産もね、しっかり買えたんで、よかったです。はい、でもできればね、もう一日欲しかったですね。はい、出港準備が始まりました。このね、足の部分を持ち上げ始めたら、船がね、めちゃくちゃ傾きました。ですので、今、船こんな感じです。あ、戻り始めたかな。おーはい、ということで、10時45分出港です。さようなら、種子島。短い間だったけども楽しかったです。おー、よーし。卵はね入れずにね、納豆、たらこ、ぶりご飯にしていただきました。